はい、ありがとうございました。すごいセッションでしたね。ちょっと今ハウリングしているので地声で喋りますが、今おいて2人のセッションに始まり、ここからが本編ですよね。はい、はい、そうです。実況サーキットベンキング開始になります。いいですね、BGM が。こんな感じで。そうですね。はい。ここからですね、ちょっとお二人には先ほどまでライブをしていただいたんですけれども、今度はですね、実際にこちらのKさんの方ではここでおもちゃを実際に分解してもらって、でそれをそのまま音が出るんですよね。音が出るんですけども、解体して完成したらそれが果たして音が出るのかというところまでやっていただこうと思います。はい。でこのお手元に映ってる映像はこちらのカメラでお手元に見えますので、皆さん、はい、そしてもしどうしても気になれた方はスッとこうして見ていただいても大丈夫ですので、はい。これはどちらで買われたんですか？これはスマートエンジェル製西松屋で買いました。かわいいですね。光線銃が欲しいなら西松屋に行けとベンディング界隈では有名な話ですね。ちなみに対象年齢は3歳からです。なるほど。じゃあ3歳でも遊べるですね。3歳でも遊べる。マイク戻りました。よかった。羽占い。なるほど。今西松屋で遊べるおもちゃですけど、それがちゃんと解体されると光線銃の音をベースになんか変わるみたいな感じですかね。そうですね。とりあえず今日はピッチコントロールって言われる、一般的なサーキットベンディングの、できる素材に当たるまでバラすっていう感じでいきたいと思います。で最近のおもちゃはだいたいそういういじれる要素が少なくなっているので、多分これもできないんじゃないかなと思いながら今分解してます。なかなかギャンブル性が高いこと。今のおもちゃって全てが全てサーキットベンディングできるわけじゃないんですね。やろうと思えばできるんですが、なんかサーキットベンディングにも流派があるらしく、ショートをさせるだけの人もいれば、エフェクターをぶっ込むっていう人もいて、で結局のところ、おもちゃにエフェクターをぶっ込むのが一番、音を改造するのの早い道って感じですね。なるほど。ところで先ほどおっしゃっていたピッチをシフトするというか、ピッチベンディングについてちょっと少し解説した方がいいかもしれないですね。もともと出る光線銃の音があって、それの音程が変わる意味合いなのかなって思ってるんですけど、合ってますかね？合ってます。合ってます。開幕うまくならなかったんですが、皆さん聞いたことある、全然拾わないですね。キティちゃんの声が低くなるっていう。皆さん耳を澄ませてください。っていうようなことができるのが、ピッチコントロールと言われるやつです。なるほどですね。ライブ的にはよく再生速度を遅くしたりしてピッチを下げるとかっていうことをやってますので、割と僕の使っている音楽機材でも結構ピッチコントロールしている。なんか基本機械のアイコンやら何やらを動かすために発信回路があるんですけど、
それをわざと落とすことで手を変えるっていうことが可能になってまして、それをやったりしています。なるほどですね。こういったそのおもちゃとかって基本的に、1つか2つのプリセット、決まった音しか出せないと思うんですけれども、ピッチをいじることで意外と遊べちゃうっていうのはなんか意外ですね。わかりました。じゃあちょっと小根さんの方が今緊張している中で、佐藤さんの方の機材に少し伺ってみます。はい。これボリュームもちょっと上がりますか？今 CD プレイヤーから音楽を再生しているんですが、CD プレイヤーには音飛び防止で、10秒ぐらいバッファーを持たせてある部分がありまして、そこをいじくるとこのようななんか壊滅的な音が出ます。すごい。ベースは本当に普通の CD プレイヤーなんですよね。はい、ウォークマンです。ウォークマン。はい、これってちょっと今傾けて見せたりとか、大丈夫です。ちょっと皆さんに。ありがとうございます。ウォークマン、すみません。すみません、ちょっと取ってしまって。ちょっと今、お手持ちだった機材、今、手に取っていいですか？はい。これって VGA？ これが、何ですか？なんだっけ？ VGA のなんか、ちょっとでかい版みたいな。これを、チップ、さっき言っていた、音をなんかはめておく部分から一度ここのケーブルを通して長くしてこれで接続してスイッチが押されるとさっきのようななんか音が割れるっていう機構になっています。すごい。先ほど VGA とか言ってしまいましたけれども、このコネクタって今もう結構珍しいですよね。そうですね。昔のパソコンとか思い出していただけると、こういうのが結構ディスプレイの端子とか、キーボードとかつなぐのにこういうのあったりします。そうですね。基本ハードとかでジャンプでこういうケーブルとかコネクタが安く売っているので、そいつらを活用して、こういった形のコントローラーを作ってなんか操作しやすいようにしてます。なるほど、ありがとうございます。いや、ちょっとね、他の機材もね、気になるんですよね。ちょっと、どうしましょうかね。一瞬だけちょっとカメラを、ちょっと、小出さんの方も非常に気になることをされてますね。それはおもちゃですか？おもちゃです。おもちゃですか？おもちゃがすごい。すごい。3コインズで売ってました。すごい。1500円ぐらいしました。なるほど。300円ではないです。500円玉を3コイン。もう売ってはいないんですけど。なるほど。もともと何用なんですか？もう完全に子供用のおもちゃですね、これは。このイベントのお誘いを受けたときにちょうど安くなってたんで、思わず2個買いました。すごい。2個買いっていうのはやっぱサーキットベンディングなる。いやー、どうなんですか、僕が割と改造用として2個
欲しいので、割と買いがちってだけだって、一般的にはそんなことないんじゃないかなと思います。なんとなくここで聞いてみたいのが、冒頭にもあったサーキットベンディングの成功率。だからその一発で成功するとは限らないみたいなところって。もうさっきも言ったんですけど、最近のおもちゃはもうそのクロックを多分調整する素子があるんですけど、そのパーツがもうついてなくて、もうシンプルな基板1枚なんですけど、今先ほどの銃はもう改造できなかったので諦めたんですけど、もうこんな見えますかね、緑色の工芸もじゃあこんな、シンプルな基板1個なので、もう改造する余地がないっていう感じですね。気になる方は自分でも買ってバラしてみるといいと思います。緑色の基板に黒くこう、なんていうのか、ブルーされたようなところがあるんですよね。これが IC チップらしいです。昔はそうじゃないのが、そうですね、抵抗が入って調整をされていたので、で割となんかこういったキットをばらしてサーキットベンディングとかって実はその自作楽器とかその楽器を作るとかに結構つながる部分がありまして、例えばその何か音を出すにしても何かその家電とかを改造したりとか、元々ある既製品の外装に対して何かを穴開けたりとかつけたりとかって結構そのメディアアートの作品とかでよくやることだと思うんですけれども、結構これもかなりその近しいところがありますよね。絶賛チェーンソーを分解しているところですね。なかなかみんなでねじ回ししているところを見守るところないと思いますね。フォーカスを、そうだ、今こちらで映ってるこのカメラなんですけれども、映しているカメラ、このカメラも実はレンズ東証さんの作品でございます。映像がバズります。光の部分がこうなんかいい感じになって、このようななんかすごい抽象的な感じになるんですけど、結構こういうお客さんにもちょっとお見せしたい。下がりますかね。なんかこういう感じでいろいろなんかボタンを押したりつまみを入れたりすると元の映像がこのように変わるわけです。で結構こうやってぼやかしたりとかするとなんかとても綺麗ですね。綺麗。なんかこういうのを使って自分が結構 VJ 活動とかもしているので、なんかこれを持ってなんかいろんなところを撮影してあんまり見せちゃいけないようなところも、モザイク代わりにこうやって使っていろいろな映像を撮影したりしております。レンズ東証さんの VJ 機材と VJ とても面白くて、ビデオジョッキーって基本的に割とソフトウェア上で完結することが今現在は主流だと思うんですけど、めちゃめちゃハードウェアを持ち込まれますよね。そうですね。はい。そうですね。しかもそのアナログのビデオデッキを使うとかはねよくあったりするんですけど、その機材ごと結構カスタムしてるっていうのがかなり熱いところだと思います。はい、ありがとうございます。今回持ってきてないんですけど、なんかプレイステーション、初代のプレイステーションだったり、プレイステーション2だったりを、このように、大体同じようなところをいじくって、
画面をバグらせて遊んでます。24日にフォレストリミットでVG あるんで、よかったら来てください。皆さんぜひ遊びに行ってください。佐藤さんがこういきなり V する VJ どんな感じなのかちょっと見てほしいですね。はい。いやでも本当にですね、ちょっとお二人のサーキットベンディング、ちょっと領域が異なるお二人をちょっと今回お誘いしてこうクロスしていただいたっていうことが結構コンセプトなんですね。ちょっと私から紹介した僭越なので後で補足をいただければと思いますけれども、ちょっとまずレッツ東証さんの方は、機材の方後で見ていただけると、分かる通り、結構音響機材みたいな。そうですね。大体ドラム結構昔の90年代だったり80年代、2000年より手前とか2000そのくらいの機材をいじることが多いです。なんかさっきほど利根さんがいじれないやつがあるみたいな話をちょろっとしてたんですけど、音楽機材も割とそういう傾向がありまして、なんか技術の進歩によって、大体そのパーツ1個ワンチップで全部もう済ませちゃうというか、コストだったりとか、そういう部分でいじれる要素がなくなってきているっていうのがありまして、ちょっと昔の機材だったり、これは監視カメラなんですけど、比較的チープで簡素な作りのものだったりを、なんかハードオフとかでこれいじれるかないじれないかなみたいな感じで漁っております。面白いですね。なんか結構やられる場所がなんか割となんでしょう、箱、クラブとかの箱が多いんですかね。そうですね。クラブだったり、あとは野外パーティーなどが割と主に活動している場所になりますね。非常にディープな音楽のところにどっぷり使われているような印象がございます。そうですね。はい。物好きが多いんで。これすごい待ってなりそうですね。はい。じゃあ今度は利根さんの方ですね。ちなみに今進捗どんな感じですか？チェーンソーはバラすにはちょっとここでバラすにはあまりにも大変そうだったので断念しました。判断が早い。インターホンをバラしている最中です。なので結構同時並行でいろいろバラしながらやってくださってます。そうですね。ちょっと今日はいろんな制約があるので、ちょっと同時進行で早く見切りをつけつつやっています。かなり早技で無理をしてくださってます。利根さん、本当に頑張ってくださっております。はい、どうでしょう。今、脳のリソースかなり使っているところだと思うんですけども、なんとなく自己紹介とかってできますか？できると思いますけど、紹介するようなプロフィールはそこまでないですね。質問しましょうか。普段は、某電気屋さんで、こういう回路とか組んだりとかしています。あと他にもちょっと何件かいろいろとお手伝いをしたりとか、ここの近未来学さんともお仕事をさせていただいているっていう感じです。フリーでブラブラしてる感じですね。でも非常にそのメディアの界隈のところでいろんなお手伝いされたりとか、あとサーキットベンディングのところでいうと、なんとなく結構メーカームーブメント寄りの印象が僕はありまして。メーまたそれとはメーカーフェアとかそっち系でやってる人はマジで少ないです。少ないですか？有名なの、海外では結構多くて、日本で有名なのが2000年代ぐらいにあるハッピーセットのピカチュウのおしゃべりオレンジピカチュウっていうおもちゃがあって、それの改造してピカルミンっていうのを作ってる方がいて、それが結構有名ですね。割とどうですかね、サーキットベンディングの界隈と言っていいかわからないんですけど、日本での流行り方というか人数感ってなんとなく多いんですかね。
僕が知ってる有名な人は3人ですね。他にもいるとは思うんですけど、結構まあ数えられるぐらい。おもちゃをメインに改造してる人は3人って感じです。なるほど。まあそうですね。今回来てくださった方にもサーキットベンディングしている方、なのにサーキットベンディングをやったことがある方ってかなり絞られるんじゃないかなとは思うんですが、そのサーキットベンディングに対してもですね、ちょっといろんなジャンルといいますか、まあちょっといろんな方向性があるということをですね、ちょっと意識して見ていただけると面白いのではないでしょうかと思っております。はい、そこで今インターホンが今なんかもうむき出しになりましたね。まだインターホンの音がしている。本音さんと様子を思いつつ、ここで選曲について聞いてるんでも。はい。選曲、どれがありますか。今ね、CD をね、流してくれてるんですが、何なのかなと思って。これです。バイオリンを持った女性の方が映ってます。どこで入手したんですか。これは多分ブックオフですごい安くて、バイオリンの音欲しいなって思って買ったら結構情熱的だったんで、まあそっか。そうですね。バイオリンからはちょっと想像できない音色をしてますね。すごいなんか無印良品。ああ、ちょっとそんな気しますよね。でもなんか投資で聞いたことなかったんで結構いいなって思ってます。いや雑談ですけど、はい、ハードオフとか、はい、ハードオフのがいいですね。なんか、はい、レコードとかの CD をジャケ買いして、はい、適当に聞くとたまにおもろいのあったりしますよね。なんかマジみたいな。マジみたいな。あの瞬間でしか生きてないです。振り切ってますね。素晴らしい。あれでしか得られない。今月何回ハードオフにしました。いや、今月実はまだ行けてなくて、あ、そうですか。ちょっとね、行きたいなとは思ってるんですけど、なかなかタイミングが合わない。でもそれぐらい行けてないな、みたいな。まあ、そうですね、ホームシックです。ハードオフの話しますか。あ、いいですか。ハードオフの話。どれだけ需要があるのか。わかんないです。どんどん近いところに戻っていきますけれども。ハードオフにも結構地域性があるっていう話。そうですよね。結構なんか、やっぱ大通り沿いに面した車通りの多い店舗がかなり機材が潤沢にあったりとか、あと大物がかなり多い印象があります。街中は確かになんかギターのエフェクターだったりとか、まあそういったまあ割と誰にでもこうなんていうんですか、まあ汎用的なものは結構あるけどニッチなものは少ないかなっていう印象があります。わかります。なんか一度その指揮者に聞いたことがあるんですね。はい、詳しいものに。はい、国道沿いの例えば港北とかのエリアのところって。トランポさんとか、音楽の倉庫とかいっぱいあって、でそこの中古機材をガッと売りに来るらしいんですよ。で行くとですね、まあハードオフ行ってあんまケースとか見ないと思うんですけど、ものすごい大きい2メーターぐらいのハードケースとかがガンガン売ってまして、もし皆さんこの中にですね作品の梱包箱に配られている方がいたら、広北とかの、バイパス沿いのハードオフに行くと。すごい安くいい箱ちなみに僕が住んでるのが八王子なんですけど、八王子の大和田にもうありとあらゆる系の施設が揃ったオフモールっていうところがありまして、そこはなんかすごく結構入れ替わりがかなり多いので、結構頻繁に行っても楽しめるところに、ぜひ八王子に来られた際はよろしくお願いします。ハードオフすごい勧める回にいっぱい売ってください。お父さんのかもしれません。はい。今曽根さんの方は組み直してます。はい。これは改造がなされた。
まあ言ってそんなに難しいことはしてないんですが、ちょっと見た目は整えたいっていう気持ちです。ありがとうございます。日差しの状態じゃない戻っていく当初の姿に戻りつつ、一体どうなってしまっているのか楽しみになりますね。まさかこの音楽についてもですね、最初はちょっとアングラめな曲がリハもあったんですけど、ちょっと無印とかを聞いちゃうと、そうっすね。これでいったなって気持ち。すごい。これはもうインターホンではない。いいですね。ちょっと解説もらいましょうか。右手に持ってる部品ですよね。これ何をつけたのかってことをお願いします。これは可変抵抗をつけました。GM の可変抵抗をつけました。これで、中の、クロックかなんかの制御している抵抗値を一旦ファンダで取り外して、その抵抗値をこいつでいじってあげられるので、音が元のやつから変化するっていう状態にしています。ありがとうございます。あれですよね、回路には抵抗というものが入ってますけれども、皆さん抵抗は聞いたことがあるかな、あったらいいなと思うんですけれども、本来それが固定抵抗って動かないんですよね。そうです。そいつをこう動くようにしちゃったというか、そういうことです。そうですね、変動させたんで、本来商品でこうなっててほしいっていうのを全部無視しました。ちょっと回路には若干不正な電流がそうです、流れているということですね。はい、なので、改造している最中に壊れることはよくあるらしいです。なるほど、はい、僕も何回か死んだんじゃねえかなと思いながらヒヤヒヤしながら常に改造してます。これで改造は終わりです。ありがとうございます。いやー、皆さんいかがだったでしょうか。実はちょうどですね、いい感じにオンタイムではあるんですけれども、ちょっと質問とか受け付けたりしますか？聞きたいことがあればね。であれば。もしなんか、ありがとうございます。質問がある既得な方がいらっしゃるんですか？一言が言ってきます。とても珍しい貴重な方だと思うので。最近、リチウムバッテリーの火災なんかが社会問題化していますけれども、こういうサーキットベンディングなんかをするときに特に気をつけた方がいいっていうこととかあれば教えてください。僕は基本的に、僕は基本的におもちゃしか選ばなくて、乾電池で使えるものを率先して選んでます。バッテリーはとても怖いので、なるべくできることは出会わないように生きていきたいなと思っています。いやでも本当にそうですよね。なんかその作品作りにおいてとか、あるいはこういったことに絡む業務案件でもなるべくリチウムバッテリーを避けようとする傾向はあるかなと思います。危ないっていうね。実際なんか管理方法とかいろいろあるんですけれども、燃えちゃうと大変なことになるんですよね。ありがとうございます。他にも聞きたいことがあって、あと1人2人ぐらいだったら大丈夫かな。ありがとうございます。ちょっとマイクをすみません。じゃあちょっと前に来ていただいて。子供に早速、ちょっと今学校のイベントで来れてないんですけど、
せたいなと思ってちょっと動画も撮らせていただいたんですけど、なんかおもちゃ、おすすめのおもちゃと、あとドライバーと何が必要ですかねと思いました。早速なんか分解させてみたい気持ちになりました。はい。ドライバーと、もう僕がここに使ったハンダゴテがあればできるんですけど、ハンダゴテは今これ、320度あるので、やけどがある可能性があるのと、部品、おもちゃの部品で電子とか小さいので、ちょっとその誤飲とか、そこら辺を気をつけてもらえれば。で、こういう電子パーツがどうしても必要になるので、秋葉原に行けば確実に手に入るので、それの電線があれば、とりあえずは改造できるんですけど、改造できるやつに巡り合えるかどうかはまた別の話なので、狙い目は、アンパンマンとかドラえもんとかキティちゃんとか、あそこら辺の古いものを狙うと割とあったりします。改造はくれぐれも目の届く範囲でやらせてあげてください。慣れないうちは本当に危ないので。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらですね、ちょっと最後にちょっと見切れてますけれども、これうちの CEO、近代楽器の代表から一言あるようなので、ちょっとそれを聞いてあげてください。お願いします。我只是在上面